どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前立ち上げた30センチキューブ気孔石レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？まだ見ていない方は概要欄に再生リストを貼っておきますので、ぜひ見てやってください。スケール感をめちゃくちゃ意識してレイアウトしたこの水槽、個人的には少しスキルアップできたかなと思える出来に仕上がりました。前回は注水するところまでをお見せしてきたので、今回はそこからどうやって成長してきたのかをお見せしていきます。我ながらいい感じに綺麗になってきたと思うので、最後まで見てくだされば幸いです。というわけで、いつものさらっとおさらいから。すべてのレイアウトを完了させ、植栽後20日程度ミスト式で管理し、その後注水を行いました。注水する際に同時に外部フィルターを設置したのですが、その時に廃盤になったガラスパイプをバキッと折ってしまったところまでが前回お話しした内容です。ミスト式から注水してすぐということもあって、色味が全然ないです。右奥に植栽している赤系水草は気孔石に遮られ、存在を確認することができません。かろうじて中央付近に植栽しているヒドロコティレミニは見えますが、もう少し成長してくれないとレイアウト素材に水草が負けちゃいますね。おまけに前景部分には成長の遅いコブラグラスブラジリエンシスとストロギネレペンスを植栽しているため、どうしても寂しいです。今のところ一番成長しているのは中景付近のキューバパールグラスとヒドロコティレミニぐらいです。続いて注水して2日後の映像がこちら。このタイミングでようやく CO2 を添加しています。前回動画にした隣の溶岩石水槽同様、こちらも機能性低めの見た目重視 ADA パレングラスを使用しています。やっぱこれ使いづらいですね。絶対おすすめしません。なんとなく注水直後よりも水草が成長してる気もしますが、さすがに2日程度では目立った違いはありませんね。ちょっと早いですが、このタイミングで南沼エビを数匹入れているようです。この映像からだいぶ時間が経ってしまったので、動画編集時にはなぜここに南沼エビを入れたのかは忘れました。何か意図があったんでしょうけど、この程度じゃ苔予防にもならないし意味ないように思います。続いて注水から1週間後の映像がこちら。だいぶ変わってきましたね。前景層のコブラグラスは全然変わってないんですが、ストロギネレペンスは少し水中用に近づいてきた感があります。よりの水草の映像を撮影するつもりが、ストロギネレペンスにくっついているオトシンクルスが可愛すぎて、ついカメラで追ってしまいました。ヒドロコティレミニの方はミスト式の名残で結構間延びしてますね。コメントでもあったんですが、ミスト式だと匍匐する水草も若干上に伸びる傾向がある気がします。有形層とかの場合は逆に重力で立ち上がらないんですが、前傾層などは特に顕著に間延びするイメージ。その後ろに植栽したキューバパールグラスは状態はいいんですが全く見えないです。左端ではギリ見えるんですが、ちょっと植栽場所失敗しましたね。その右側のインディアンクラスすらも見えてません。完璧にヒドロコティレミニに食われてますね。成長は順調にしてます。これまたその右に植栽したベトナムゴマのハグサもまだ正面から見ると見えないです。これは気孔石に遮られてる感じ。ベトナムゴマのハグサは育成してる感じ、ロタラ系よりも匍匐性が強いので、気孔石よりも背が高くなったらしだれる表現ができるんじゃないかと思ってます。右奥のニードルリーフルドビジアとロタラワリッキーはだいぶ背丈が伸びてきました。ロタラワリッキーに関してはほぼ水中用ですが、ニードルリーフルドビジアの方は葉はまだ水上用で色味が若干赤みが出てきたかなという感じ。一番奥のロタラ SP ハラに関しては手前の2種類に成長速度は負けてます。
背丈も伸びてませんし、赤みも全く出てません。この水草に関しては勝手に成長してくれると思うので、そんなに心配しなくても大丈夫だと思います。この映像の2日後、一応水質検査をしたんですが、早くもアンモニアは検出されませんでした。これは外部フィルターに入れたキャビティが他の水槽のものを 100% 流用したおかげだと思います。ミスト式でソイルの栄養もある程度流れてるのも良かったのかもしれません。耐寒露剤 100% を流用してミスト式をすれば、注水初日で生体入れても問題ない気がします。保証はしませんが。続いて注水から2週間後の映像がこちら。だいぶ印象が変わりましたね。特に印象的なのは右奥に赤色が出てきたところです。ロタラワリッキーが勢力を拡大し、そろそろ水面に到達しそう。このレイアウトの特性上、赤系水草を植栽している場所が水槽の高さの3分の2くらいあるんで、すぐに水面についちゃうんですよね。これは立ち上げ当初から分かってはいたんですが、想像以上にトリミング地獄に陥りそうな予感がします。成長が全く見られていないコブラグラスもよく見ると根が張ってきてるので、徐々に成長していくのではないでしょうか。ヒドロコティレミには暴れ回る気しかしませんが、こんな感じで葉に気泡をつけてくれるのはすごく綺麗です。ベトナムゴマのハグサは1本めっちゃ長いやつがありますね。思ってたのと違う感じに成長してます。続いて注水から3週間後の映像がこちら。いろいろと圧迫感が出てきましたね。コブラグラスは相変わらずですが、ストロギネレペンスが最初に比べて葉が大きくなってきてます。株数は変わってませんが、問題なく成長している証拠です。ヒドロコティレミには案の定、植栽していない場所にも勢力を拡大してきています。ここまで伸びると中継層何それ美味しいの状態。もはやキューバパールグラスとインディアンクラスすらはないも同然です。ベトナムゴマのハグサは全体的に成長してきましたね。ようやく気孔石の上まで頭が出てます。赤系水草は相変わらずで、ロタラワリッキー一強という感じ。なんとなく隙間からニードルリーフルドビジアも顔を出していますが、存在感は皆無。そしてその奥にひっそりと佇んでいるロタラ SP 腹は順調に真っ赤に染まってきています。この腹がもっと見えると綺麗なんでしょうけど、未だにトリミングしない精神は何なんでしょうね。というわけでそこから3日後にトリミングすることを決意しました。さすがにここまで中継から後継の水草が荒ぶり出すと手がつけられませんし、まず最初にカットしていくのはヒドロコティレミニです。使用するのは地味に新調した ATA のウェーブシザー。これめっちゃいいんですけど、これが投稿された時にはまだ動画に出していないかもしれないので、また別で良さを語れればと思ってます。ヒドロコティレミニは心配しなくてもモサモサになってくれそうなんで、結構がっつりトリミングしました。溶岩石水槽のグロッソもそうですが、ミスト式で立ち上げた水草はがっつりトリミングして少しでも匍匐してくれるようにした方がいいかもしれません。ヒドロコティレミニをカットしたらしっかりとトリミングカスは回収しておきましょう。このオーストラリアンクローバー系の水草はトリミングカスがどこかに引っかかるだけでどんどんと増殖していくので気をつけた方がいいです。ビローモスほど厄介ではありませんが、結構活着力も高いので、一度隙間に入ると引っこ抜けず無限に生えてくることになります。育てやすい水草はこういう制御がしづらいところがネックですね。続いてはど真ん中のベトナムゴマのハグサをトリミングしていくんですが、カットする前に一度ピンセットで茎を立たせていきます。なんか四方八方に散らばってるので、トリミングラインをしっかり合わせるためにもこういうことをしています。トリミングする高さは悩んだんですが、ギリギリ気孔石で隠れるくらいの高さにしました。おそらくすぐに伸びるとは思いますが、最初のトリミングよりも密になると思うので、高さが出てもいい感じになる気がします。最後はめちゃくちゃ荒ぶってるロタラワリッキーをカットします。
ついでにニードルリーフルドビジアも切ってますが気にしないでください。ここまで成長が早いと思っておらず誤算でしたが、早ければトリミングすればいいだけの話なので、育成が難しいよりマシですね。そのトリミングがだいぶ面倒なんですが。というわけでトリミングした状態がこちら。ようやくロタラ SP 腹が見えましたね。やっぱロタラワリッキーよりも腹の方が自分は好きかもしれません。ワリッキーは他の水槽でも育成しているんですが、なんかトリミングに弱くすぐに萎縮しちゃうんですよね。最初めちゃくちゃ荒ぶるくせにいきなり調子を落とすので、長期維持する場合は扱いが難しいです。育成自体は簡単なんですけどね。そして今回動画で初めて触れるアルアナの夕焼けも顔を出しました。この水草、成長が遅い赤系水草で貴重な中継層に使えるやつなんです。ただ成長の早い水草たちの間に植栽してしまったため、トリミングするまで埋もれまくってました。これで光も当たりやすくなって成長スイッチも入るのではないでしょうか。トリミング後、斜め上から見た水槽の映像がこちら。自分が考えていた前景から中景、後景につながる道がしっかりできて嬉しいです。前景から後景まで全く違う水草を使っているんですが、トリミングしてすぐは高さが一緒になるので道感が強く感じられますね。ここから見ると全然正面からは見えないキューバパールグラスもいい仕事をしてます。コブラグラスの成長速度の遅さはネックですが、それ以外はいい感じにいっているのではないでしょうか。またお気に入りの水槽の仲間入りする予感がします。というわけで今後のこの水槽の行く末が気になる方はチャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますのでそちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。